はい、皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、足のアライメントを整える方法ですね。まず最初に皆さんの足を見てください。皆さんの足見たときに、こちらの足、こっちの足になってますか？それともこっちの足になってますか？単刀直入に言うと、ほぼ9割の方がこっちだと思います。これなんでかっていうと、僕らの靴、これすごく素晴らしい発明です。僕らの生活を快適にしてくれて、ファッションとしても生活を豊かにしてくれてます。ですが、同時にこの靴が僕らの足の本来の機能、ファンクションを奪っている原因の一つでもあります。こういうシューズですね。フラットでジムで履いている人もいると思うんですけど、こういうシューズが足の機能を失わせています。現代のシューズってナイキ、アディダス、コンバースとか、女性だったらハイヒール。やっぱり細いんですよ。スタイリッシュなんで、かっこよくするために細く作られてるんで、僕らの足の指がギュッとこういう状態になってしまって、本来の指のファンクション使えない状態になってるんですね。これはトレーニーにおいてはかなり問題があります。そこを今日はアメリカのトレーナー目線で足のアライメント、足の機能を取り戻す方法、現代のシューズの問題性について話していきます。最近パワーリフターの牛山さんがこの手の指の間にラバーの素材を入れて手の上半身のアライメントを整えるっていう動画が出されてて、アメリカだと足の指のアライメントを整える商品があって、多分日本でもあると思うんですけど、こういうラバーの素材、ゴムの素材、シリコンとかゴムの素材でできたトースペーサーって言います、アメリカだと。これを使ってるアスリート、トレーニーたち多いです。で、特に、クロスフィッターと、パワーリフターの人は特にやっぱりこの地面からパワーを得る、足の指をしっかり手の指のように扱って体幹を安定させる、地面からパワーを得るっていうことで、この商品を使っています。早速これどうやってはめるかっていうのをやってみようと思うんですが、はめ方は至って簡単です。もうそのまま足の指にどんどんはめていく感じですね。指と指の間にこのクッションスペースを作る素材を入れてってあげる感じですね。僕これ家にいる時は基本的にこれを履いて生活してます。ただし当然寝る時は取るんですけど、それ以外の場合はだいたいこれをはめて生活しています。こんな感じですね。それでこれなんでこういうふうにはめるのかっていうと、僕らはもともと裸足で生活してたんですね。原始時代とか、もともと人間のルーツってそこにあるので、地面の上を裸足で生活していました。でも僕らは靴っていうものを開発して、より快適に人間が生活できるように靴が生まれました。で、この靴がまたすごくクッション性があって、見た目もかっこよくていいんですけども、本来の僕らの足のファンクション、本来の機能を失うことになってます。仮にどういうものがあるかっていうと、よくトレーニーの間でフラットな靴底がフラットで、コンバースはすごくいいっていうふうにで、トレーニングの際もコンバースでトレーニングやってる人いると思うんですけど、僕もこれでやってました。でもこれってめちゃくちゃ細いんですよ、ここが。で、つま先に向かっていってこうとんがってる形になっていくので、足の、指の間がこういうふうにギューってこう縮こまってる、こう潰されてる形になってるんですね。でも本来僕らの足ってどういうふうになってるかっていうと、手のようにこういうふうに一本一本開いてなきゃいけないんですよ。こういうふうに。で、僕、アメリカでやっぱトレーニング学んで、ずっとアメリカでパーソナルトレーニングやってきたんですけど、
最近東南アジアに来る機会が多くて、で、東南アジアの人たちの足を見て、僕は衝撃を受けましたね。彼らは日常生活で、ビーチサンダルみたいな、靴はあんまり履いて生活しないんですね。やっぱり暑いってこともあるし、そういう文化なので、サンダルで生活してることが多いので、靴によってこうギュッと指が縮こまるような機会がないので、本当に指一本一本が開いてます。これが本来人間の足の指のあるべき姿なんですね。そうするとどういうふうなメリットがあるかっていうと、地面を捉える感覚が戻ってくるんですよ。どういうことかっていうと、人間こういうふうに立って生活してるんですけど、やっぱり僕らの靴すごい機能的でいいんで、クッション性もあるんで、ふかふかしてるんですね。なので地面をこの足の指で掴む感覚ってないと思うんですよ、普段。それを思い出させるためのこのトースペーサーになってます。これをはめると足の指で地面をギュッて掴む感覚がわかるようになってきます。これができるようになってくるとかなり足トレ、スクワットの安定性も増しますし、足への効き方も変わってきます。で、これの副産物として反り腰だったり、反り腰で腰に問題がある人、膝が痛くてトレーニングうまくできてない人は、ここから見直すことをお勧めします。で、僕のお客さんで膝が痛い、腰が痛いっていうお客さんが来て、で、この足の指の、ファンクショナルトレーニングをやってから一気にやっぱり痛みが減る方が多いです。なので僕の感覚から言うと、腰痛い、膝痛い、だいたい5割のお客さんは、この指を使ったトレーニング、指のファンクショナルトレーニングをやることによって本来の足の機能を取り戻すことによって痛みが改善します。全員が全員これで治るとは言えませんし、本当に腰に問題がある方、膝に問題がある方もいらっしゃるので一概には言えないんですけど、僕のパーソナルではこの足の指のとこから入ります。やっぱりこの足が人間の土台なので、そこの上にトレーニングで重いものを持っていくってことになると、この基礎の部分がしっかりしてないと、どうしてもこの安定性に欠けるので、足の指のトレーニングから入ります。で、やっぱりよくあるのが女性だとハイヒール履いてて、やっぱりつま先がこうギュッて詰まっちゃって、こういうひし形のような足の形になっている方はすごく多いんですよね。で、男性もやっぱりナイキとか、当然この見せたコンバースとかアディダスとかってかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいし、それでトレーニングやってる人いっぱいいますけど、かっこいい分やっぱスタイリッシュなんで細いんですよね。なので指がこうギューッと詰まってしまうので、本来これでトレーニングやるのは僕はお勧めできません。結構トレーニング始めてパワーグリップだったり、リフティングベルトとか、あとリストラップとかトレーニングに必要だってことで買われる方多いんですけど、僕はちゃんとしたトレーニング用のシューズを買うのが一番最初にやるべきなんじゃないかなっていうふうに思います。これは足のトレーニングをやらない、例えば上半身だけのトレーニング、フィジークの人とか、足はメインであんまりトレーニングやらないよっていう人も、やっぱり基本的に立ってトレーニングするじゃないですか。スタンディングのバーベルカールもそうだし、座った時でもやっぱりこう地面を踏ん張ってこう安定させるっていうのはこの足から来てるので、この足の重要性っていうものをやっぱり皆さんちょっと軽視してるかなって思います。アメリカでもこういう商品とかトーボックスって言って、このつま先にかけて広がってる靴があるんですね。僕の持ってるやつだとアバンカスのリフティングシューズなんですけど、これなんかもうこのトーボックスがもう大きいんですよ。広いんですよ。ここが広がってるんで、足がこうギュッてされることはないんですよね。やっぱこっちだとやっぱ細いですよね、かなり。これだとやっぱ本当に足の指が使えないんで、本当にやってる、これを使ってる方多いんですけど、おすすめできないですね。で、こういうのも使ってたりします。これはAmazon で買って安いやつなんですけど、これもかなり広いんで、足の指が自由に使える。
形になってます。じゃあトレーニングシューズどういうのを選んだ方がいいのっていうのはまた別の動画でこれに付け加えちゃうとちょっと長くなっちゃうんで次の動画で靴選びどういった靴を選んだ方がいいのかっていうのは紹介していきます。こういうふうに立った時に地面をこの指で掴もうとするんですね。ギュッと指で掴むような感覚で。で掴むとどういうことが起きるかっていうとここの内側からこう上がってきてこの内転筋が稼働します。内転筋に意識が入ります。あとこの臀筋ですね。臀筋にも自然と力が入ってこの骨盤の位置がしっかり安定します。でこの下腹部、腹直の、下の部分のインナーですね。ここも、アクティベートできるのでそれだけでもう体幹の安定性が決まります。なのでよく骨盤もうちょっと後傾してください前傾してくださいって言って骨盤矯正されるトレーナーさんいるんですけどそんなに難しいことはなくてこの指で地面を捉える感覚ができるようになれば自然とこの骨盤の位置ってもう定まっちゃうんですよ。もう自然と内転筋は、しっかり力入ってるし臀筋も力入ってるんで腹筋にも力が入ってるのでもうこれでいつでもトレーニングができるっていう状態になります。なので先ほども言いましたけど僕のクライアントの皆さんはこの足の指のトレーニングから入ります。アメリカでもここからやってくれるトレーナーさんには僕はまだ会ったことはなくてアメリカでもまだまだ知らないトレーナーさんが多いんですけどやっぱり足がどのトレーニングでもやっぱ基本になってくると思うんですね。上半身のトレーニングやるにしても立ってトレーニングすることも多いですし地面を踏ん張ってトレーニングすることが多いのでやっぱりここがブレちゃうと上ってどうしてもブレちゃうんですよね。で先ほども言った通りこの地面をつかむ感覚が習得できれば骨盤まではもう姿勢は決まっちゃいます。で骨盤から上も自然にアジャストしてくれるので姿勢はもうここから決めていくっていう感じですね。なので僕のところに来る姿勢矯正のお客さんもいるんですよね。姿勢が悪くてでこう前肩でトレーニングする時に肩に痛みがあるっていうお客さんなんかも僕はこのトレーニングから始めてもう本当に足から整えていってで上半身はここが固まってくると自然とその位置に整ってくれるんですよね。なのでここを見逃して上ばっかりいくらいじってもなかなか思うように戻らない治らないっていうことが多いので僕のパーソナルではここから入ります。足の指から地面から入るので僕はすごく重要視しています。でこれなんかもう Amazon で本当に別にどこのブランドでもいいと思います。口コミがある程度あって評価が高いものを選んでいただければほぼほぼ失敗はしないかなと思います。日本の Amazon でも多分買えると思います。僕アメリカの Amazon なんでそれでも5ドルぐらいなので全然1000円とかしないです。全然高いものを買う必要ないんでとにかくちょっと安いもので試しに買ってみてやるとかなりその指を今まで使ってなかったんだなっていうことが分かります。